寒すぎるわ、マリサ。言われなくてもわかってるぜレイム。このままだと私たち、凍死してしまうわ。大体、この寒さに、火鉢一つで対抗しようとするレイムの発想が間違ってるんだぜ。仕方ないじゃない。最近ストーブ用の石炭、売ってないんだもん。確かにな、石油ストーブが普及してから見なくなったな、石炭売り。マリサ、このままじゃ寒くて死んじゃうわ。魔法で温めてよ。そうだな、誰か魔法で温めてほしいぜ。そんな出し惜しみしてないで、パパッと温めてほしいわマリサ。そうだな、魔法で温めてほしいな。マリサ、私は、あなたにお願いしてるのよ。幻想郷随一の魔法使い、霧雨マリサにお願いしているの。待ってくれレイム。私が、魔法で部屋を暖かくできると、本当に思ってるのか？思っているわ。なぜそう思うんだぜ。以前、あなたの家を訪れた時、部屋中が暖かかったじゃない。ああ、私の家で宴会した時な。その時、なんでこんなに暖かいのと聞いたら、魔法で温めてるんだぜ、って言ってたじゃない。その時と同じ魔法でいいのよ。温めてほしいわ。確かにそんなこと言った気もするぜ。でもだな、レイム。何よ。あれは本当は魔法じゃないんだぜ。そうなの？私の家には、温水式床暖房、蓄熱暖房機、石油ファンヒーターが導入されていて、これらの暖房器具で、部屋を温めてるんだぜ。温水なんだって。そういう反応になると思ってたぜ。とりあえず、科学の力を利用した暖房器具だ。なんだ、科学の力で温めてたのね。そうなんだぜ。あの時は、説明が面倒くさくて魔法と言ってしまったんだぜ。そうなの、最初からそう言ってくれればよかったのに。次から気をつけるぜ。レイム、一つ聞いていいか？何よ。レイムにとって魔法って何なんだぜ。不思議なことを聞くわねマリサ。魔法は、私たちでは理解できない不思議な力よ。なるほどな、科学の力って何なんだぜ。そうね。私たちに理解できない不思議な力ね。レイム、魔法は説明できない不思議な力だが、科学は違うぞ。科学は、必ず原理原則に基づいて現象を説明できるぜ。理解できないか、理解できるかの差は、知っているか、知っていないかだぜ。私が使っている魔法とは違うんだぜ。そうなの、マリサ。レイム、科学を学べば、私たちの身の回りに起きていることを理解できるし、身の回りにある問題を解決する手段を見つけることもできるんだぜ。私たち人間はすごく弱い生き物だが、科学技術のおかげで、宇宙に行くこともできれば、深海に潜ることもできるんだぜ。そう考えると科学ってすごいわね。科学は、人間にとって最大の武器なんだぜ。せっかく人間に生まれたんだ。この武器を使わない理由はないぜ。そうね、せっかく人間に生まれたんだもんね。私も科学を学ぼうと思うわ。その意気だぜ。早速だけどマリサ、教えてほしいものがあるわ。なんだぜ。熱って何か教えてほしいわ。部屋を温めるためか。わかってるじゃない？ということで、今回は熱について解説していくぜ。お願いするわマリサ。まず、レイム。前回、火について説明したな。覚えてるわ。頑張れ就活生。その中で、木材を熱した時、つまり高温時に、木材を構成している原子はどうなっていたか覚えているか？もちろん覚えているわ。激しく動き回るのよね。その通りだレイム。今回は、この分子の運動に焦点を当てて熱を説明するぜ。その前に、今回は、説明のために原子たちを分子でくくるぜ。なんか、モブを書くのが面倒くさくなった漫画家みたいね。失礼な。個人名で呼ぶのが面倒くさいから、グループでまとめたようなものだ。まあ、そういうことにしておいてあげるわ。説明に戻るぜ。高温時の分子は激しく動き回っている。なら低温時の分子はどうなっているんだぜ、レイム。それはもちろん、動き回っていないんじゃないかしら。その通りだレイム。分子は、温度が低ければ低いほど動かなくなるんだ。ちなみに、温度を下げていって、全く動かなくなった時を、絶対0度と呼ぶぜ。つまり、分子の運動エネルギーが高い時、温度は高く、運動エネルギーが低い時、温度は低いんだぜ。ちょっと待ってマリサ。どうしたんだぜ。運動エネルギーって何よ？運動エネルギーとは、運動している物体が持つエネルギーのことだ。運動エネルギーは質量と速さで示すことができるぜ。そう言われても、よくわからないわね。例えばレイム、ドッジボールで、ボールをキャッチするとき、体は、ボールに対してどちらの方向に押されるんだぜ。それはもちろんボールが飛んできた方向よ。ではなぜ、体はボールに押されるんだぜ。そんなのボールが飛んできたからじゃない？それが運動エネルギーだレイム。どういうこと？先ほど、運動エネルギーとは運動している物体が持つエネルギーと言ったな。ドッジボールにおける運動している物体とは、投げられたボールのことだ。なるほど、運動している物体って、動いてるもののことなのね。そういう解釈でいいぜ。つまり、移動する物体が進行方向に持つエネルギーが運動エネルギーなんだぜ。わかったわ。私たちが、ボールをキャッチするときに押される理由は、運動エネルギーを吸収してるからなのね。その通りだぜ。そして、運動エネルギーは質量と速さに比例して大きくなるぜ。ここも、もう少し詳しく説明してほしいわ。わかったぜ。例えばレイムにバレーボールのボールと、ボーリングのボールをそれぞれ同じ速度で投げるぜ。レイムは、ボールをキャッチしてくれ。わかったわ。って、ボーリングのボールなんてキャッチできるわけないじゃない？私は念能力者じゃないのよ。そういうことだ。軽いボールより、重いボールの方が、運動エネルギーを吸収するのが難しい。つまりは、運動エネルギーは質量に比例するんだぜ。速さも同じだ。バレーボールのボールを時速50キロで投げた時と、音速で投げた時、どちらの方がキャッチが難しい。そんなの音速に決まってるじゃない。音速に達したボールがぶつかってくるとか考えただけでも恐ろしいわ。そういうことだぜ。つまり、運動エネルギーは速度にも比例するんだぜ。運動エネルギーの説明は以上だぜ。話を戻すぜ。先ほどの説明を分子に当てはめるなら、運動エネルギーの高い分子は、温度が高く、運動エネルギーの低い分子は温度が低いんだぜ。なるほどね。温度は運動エネルギーに比例するのね。そうだぜ。
ということはもしかして、熱って、分子が持つ運動エネルギーのことなの？惜しい？運動エネルギーと熱は同一と考えがちだが、同一ではないんだ。熱とは、物体から物体へのエネルギー伝達の過程を指すんだ。なんかわかりにくいわね。そうなんだぜ。後で詳しく説明するから熱とは過程であることだけ、覚えておいてほしいぜ。わかったわ。話を続けるぜ。ここで問題だレイム。ここに元気のない分子がある。この分子を元気にするにはどうすればいいんだぜ。元気のない分子、低温で、運動エネルギーの低い分子ってことよね。わかってるじゃないかレイム。これを、高温で運動エネルギーの高い分子にしたいわけね。その通りだ、レイム。私も教えがいがあるな。そんなの簡単じゃない？元気のない分子を殴ってやればいいのよ。分子元気のない分子には鉄拳制裁よ。なんてことするんだレイム。まあ、正解なんだがな。そうなの？なぜレイムが驚いているんだ。まあわかってたし、知らなかったわけではないし。では、解説していくぜ。運動エネルギーの低い分子を、運動エネルギーの高い分子に、する方法は、実はすごく単純なんだぜ。運動エネルギーを与えてやればいいんだ。でもそれが難しいんじゃない？そうでもないぜ。さっきレイムが実践したじゃないか。何かをぶつけてやればいいんだ。でも、分子にぶつけられるものってあるの？あるぜ、分子だ。まさか、運動エネルギーの低い分子に、運動エネルギーの高い分子をぶつければいいんだぜ。それではぶつけてみるぜ。ポチッとな。なんか、分子がビリヤードのボールみたいに飛んでいったけど。いい表現だなレイム。もう一度見てみよう。ここでストップ。この時、赤色のエネルギーが高い分子から、青色のエネルギーが低い分子にエネルギーの伝達が行われるぜ。ここで注意してほしいのが、エネルギーが伝達されても、エネルギーの総量は変わらないということだぜ。それはそうよね。分子同士でエネルギーの受け渡しを行っただけで、どこにも消費されていないんだもんね。つまりは、母親が、子供に、お小遣いをあげても、二人の持ってるお金の合計は同じということね。そういうことだぜレイム。わかったわ。このエネルギー変換においてエネルギーの総量が変わらないことを、熱力学では、熱力学第一法則、エネルギー保存の法則と呼ぶぜ。なんかかっこいい名前ね。ちなみに熱力学の法則は、第0から第3まであるぜ。説明を続けるぜ。つまり、運動エネルギーの高い分子から、運動エネルギーの低い分子に、エネルギーの受け渡しを行うことで、元気のない分子を元気にできるんだぜ。つまり、運動エネルギーの低い分子を高い分子にすることができるのね。その通りだぜ。せっかくだから、熱力学第2法則にも触れておくぜ。熱力学第2法則とは、運動エネルギーの高い方から低い方にエネルギー伝達はできるが、その逆はできないということだぜ。これも当たり前よね。遅いボールに速いボールをぶつけてエネルギーの受け渡しはできるけど、その逆はできないものね。そうなんだ、当たり前のことなんだぜ。このことを熱力学第2法則と呼ぶぜ。さて、熱力学第2法則まで説明したところで、話を戻すぜ。分子におけるエネルギー伝達の過程を説明したが、ここで思い出してほしいのが熱の定義だ。確か、物体から物体へのエネルギー伝達の過程、とか言ってたわね。全部揃ってるじゃない？物体から、物体への、エネルギー、伝達の過程って。そうなんだ、今が熱が発生している状態だ。つまりは、運動エネルギーが伝達された瞬間のみ存在するもの、それが熱なんだぜ。わかったかレイム？どうしたんだぜ。説明はわかったけども、私たちが普段認識している熱とかけ離れすぎていて、イメージができないわ。そうだな、ミクロなサイズでやりすぎたな。次は、身近な例で説明してみるぜ。例えばレイム、目の前に水がある。水を構成するものは何か覚えているか？覚えているわ、水分子ね。そうだ、つまり、私たちが普段飲んでいる水は、大量の水分子で構成されているんだ。この水分子たちに温かいお湯を加えるぜ。するとどうなるんだぜレイム。覚えてるわ、熱力学第2法則ね。その通りだ、エネルギーは、高い方から低い方に流れるぜ。そして時間が経つと、エネルギーが分配され、コップ内の水分子が同じエネルギー量になるんだ。これが、冷たい水がお湯でぬるくなる原理だぜ。そして、このエネルギー伝達が発生するとき、それは熱と呼ばれるんだぜ。なるほどね。私たちの身近なもので考えるときは、分子の数を増やして考えればよいだけなのね。その通りだぜ。熱力学を考えるときは、分子まで分解して考えると理解しやすいんだぜ。面白いわね。そして分子まで分解すると、単純な物理法則で熱力学は説明することができるんだぜ。熱力学って聞くと難しく聞こえるけど、中身は単なる物体の運動なのね。そうだぜ。熱力学に限らず、わからないことがあったら理解できるレベルまで、分解することが大事なんだぜ。ありがとうマリサ、いい話が聞けたわ。どういたしましてだぜ。じゃあ私も早速、マリサの暖房器具を分解するところから始めようかしら。第3回お疲れ様だったわねマリサ。レイムもだぜ。それにしても、最初の芝居、良かったわよ。人間に生まれたのだから、科学という武器を使わなきゃ損だなんて、なかなか言えたものじゃないわ。私もそのセリフを聞いて少し学んでみたくなったもの。ありがとうだぜ。でも私が科学を学んだら、永久機関とか発明しちゃったりして、それが元で戦争が起きちゃったりするからダメよね。大丈夫だぜレイム。レイムの知能指数は、温度に例えるなら、絶対0度なんだぜ。